皆さんこんばんは、うのうと言います。この動画では、ブレスオブザワイルド続編はこんなお話になる、六賢者も登場するんじゃないか、ということについて話していきます。ブレスオブザワイルドはもちろん、時のオカリナや風のタクトのネタバレも含みますので、お気をつけください。では行きましょう。皆さんはブレスオブザワイルド続編はどんなストーリーになると思いますか？僕としては時のオカリナをかなり意識したものになると思います。というのも時のオカリナはシステム的にも時系列的にも後の 3D ゼルダゲームの土台となるような伝説的な作品であり、ブレスオブザワイルドもゼルダの当たり前を見直すをコンセプトに制作された作品であり、システム的にも時系列的にも新たな土台を担う存在だと任天堂が打ち出していると感じるからです。過去作品と1万年以上もの時間を話したのもそういう意味があると思っています。さて、時のオカリナを意識したものとは何でしょうか？システム的にはすでにブレスオブザワイルドで新しい形を示されてきました。ではストーリー的にはどういうものになるのか。僕はブレスオブザワイルドの続編にはトライフォースが前面に出てきたり、過去や未来に行ったり、6人の賢者が出てきたりすると考えています。今までの作品ではリンクと親しかったキャラクターたちが実は賢者の末裔で賢者としての使命に目覚めるというものでした。それをブレスオブザワイルドに置き換えて当てはめてみました。賢者といえばマスターソードの大魔の力を復活させるガノンドロフ、ガノンを封印するなどの活躍がありますよね。コログの森、マスターソード台座周りに各種族の石があり、普通にプレイしていたらただの石なんですが、その元ネタが設定資料集のマスターワークスに載っていました。そしてそのコログの森で受けられる剣の試練。剣の試練を見事踏破すると、奥の台座に刺さったマスターソードと周りに不思議なポーズをとる即身仏たちがいます。これは時のオカリナにおいてゼルダを含む7賢者たちのガノンを封印する時のポーズなのだそうです。僕の大好きな海外のゼルダファンの方が取り上げていたのを見て知りました。やはりマスターソードと賢者は切っても切れない関係のようですね。六賢者がブレスオブザワイルドでは誰に当たるのか考える材料の一つとして、ハイラルの各地方には賢者の名を冠した場所がそれぞれあったので、その近くに住むキャラクターが関連すると思ったので、まず見て回りました。ゾーラの里の南にそびえるルト大地、ゲルド地方のナボール山、デスマウンテンの麓の湖といっても溶岩ですが、ダルニア湖。ちなみにこの近くにユンボウが岩に閉じ込められてたゴロンシティ廃校がありますね。今思えばあの光景は時のオカリナの最初は扉の奥に閉じこもってたダルニアを意識したものだったんですよね。それをリンクが助け出すという構図です。これを単なるファンサービスと捉えるかどうかは人それぞれですが、迷いの森の端っこにあるサリア湖。サリアといえば迷いの森ですね。そしてハイラル軍演習場跡の近くにあるラウル集落跡。ここに人がたくさん住んでいたってことなんでしょうか。他にも見て回ったんですが、結局はっきりとしたものは見出せなかったので、ここからは僕なりに以前から考えていた続編の六賢者は誰なのかを話していきます。六賢者にゼルダを含むかどうかという問題はありますので、とりあえずゼルダは外して考えていきます。時岡の魂の賢者、ゲルド族、ナボール。ブレワイ族編では、ルージュ。時岡の水の賢者、ゾーラ族、ルト。ブレワイ族編では、シド。炎の賢者、ゴロン族、ダルニア。ブレワイ族編では、ユンボウ。闇の賢者、シーカ族、インパ。ブレワイ族編では、パーヤ。光の賢者、ハイリア人、ラウル。ブレワイ族編では、思い浮かべませんでした。ラウルに代わる人物がブレスオブザワイルドにいたかどうか、ゼルダを光の賢者と捉えていいのでしょうか。そして時岡の森の賢者、コキリ族、サリア。ブレワイ族編ではコログ族のボックリンですかね。これも正直思い浮かびませんでした。風のタクトではコキリ族がコログ族になっていたし、実際コログ族のマコレは賢者として目覚めました。そういった理由でコログ族としましたし、確かに検討案でボックリンが大臣という設定を与えられていた形跡があるのを見ると重要なキャラと言えなくはないんですけど、
ボックリンは正直微妙だし、コログ族の中に他に目立ったキャラクターがいなかったので、これ以上考えられなくなりました。ところで、ストーリー進行にもいた目立ったキャラクターの中で名前を挙げていないキャラクターがいます。それがリト族のテバです。先ほど挙げた賢者の中には、四英傑の後継者とも言えるキャラが3人含まれていて同じ種族です。皆、リンクと共闘した仲です。テバとも真珠バメ道に乗り込む際に共闘しましたよね。なかなかレーザーからかばってくれなかったですけど。ということから考えると、テバについてもあそこまで掘り下げたのですから、何かしらの役割が与えられるのは必然ですよね。テバは森の賢者ということでいいでしょうか。と言っておいてなんですが、風のタクトではゾーラ族が進化したのがリト族でしたし、リト族の賢者メドリの祖先の賢者はゾーラ族でした。そしてブレスオブザワイルドではゾーラ族とリト族が同時に存在するという、もはやどう考えていいかわからなくなってくる内容でしたね。ということで結論としては、森の賢者と光の賢者は保留とします。このままではあれなので、テバの救済策として違うルートを考えてみました。ブレスオブザワイルド続編では新たな土台を目指すので、本質的には賢者の力を使うのですが、表向きの意味の6賢者の時代は終わり、これからは4人の英傑が活躍していくお話になるという案も出しておきます。それぞれの後継者はもちろん、新英傑のルージュ、シド、ユンボー、テバの4人ですね。これには異論はないと思います。はい。着地点がグラグラでしたが、ご容赦ください。皆さんが思うこんなストーリーになる6賢者が出るとしたらこの人たちみたいなことをコメントしていただけると嬉しいです。この動画を楽しめた方は高評価ボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。